私は幸子、35歳の主婦です。結婚して8年経ちますが、未だ子供には恵まれていません。夫の悟は職場の同僚で、何かと気が合いお付き合いに発展し、結婚を機に私は会社を退職して専業主婦になりました。夫は一人っ子で、結婚後、義両親と同居が結婚の条件でした。それでも夫と一緒にいたいと腹をくくって、結婚とともに義両親と同居となったのですが、義両親から特に嫁いびりをされるというようなことはなかったのが幸いです。しかし早く孫の顔が見たいのか、義両親からの遠回しな孫の催促はよくありました。それも結婚して3年経つと、何かと露骨に子供はできたか聞かれるようになったのでした。幸子さん、そろそろ孫の顔が見たいわね。わしらが死ぬ前には孫の顔は見られるかな？そうですね。私たちも子供を待ち望んではいるんですけどね。今度産婦人科で検査してくる予定なんですよ。それはかなりのプレッシャーでした。私自身も子供が欲しかったので、頑張ってタイミング法や不妊治療を試みました。それでも子供はなかなかできませんでした。そして私が32歳の時、義父が仕事中に倒れ、そのまま帰らぬ人になってしまったんです。突然の夫との別れに、義母はかなり落ち込んでしまい、一気に老け込んで心配になるほどでした。しばらくすると、義母の状態も落ち着きを見せたのですが、その後義母からの孫はまだか攻撃はより一層頻回になりました。結局お父さんは孫の顔を見られずに行ってしまった。せめて私だけでもこの家の孫を見ないと死んでも死にきれないわ。そうですよね。それ以上私は返す言葉がありません。しかも義母はなぜか私にだけ孫催促をしてきます。自分の息子には何も言ったりしません。義母としてはなかなか子供ができないのは私のせいと思っていることは確実でした。それからしばらくして、私自身も体調が悪い日が続き、病院を受診すると、そのまま入院して精密検査となりました。そこでなんと子宮がんと診断されてしまったのです。私は目の前が真っ暗になり、気がつくと涙がすごい勢いで流れ出していました。隣からは夫の鼻水をすする声が聞こえます。夫も泣いてくれていました。そして医師が病状の説明と治療方針について話してくれているのが遠くの方で聞こえる。そんな感じでした。先生も言ってただろ？俺は幸子の命を優先してほしいと思ってるよ。でも子宮を摘出したらもう子供は産めない。それでも幸子には生きていてほしい。俺のそばにいてほしい。私は夫のこの言葉に背中を押されて子宮を摘出することを選択しました。もちろん手術前に義母にも夫婦で報告しましたが、私の病気の心配というよりも孫の顔が見れないことに落胆していることが明らかです。病気を治すためには仕方ない選択ね。それでも私をあからさまに責めたりはしませんでしたが、その日から何か腫れ物にでも触るかのような扱いをされるようになったのを感じていました。それは夫に対しても同じです。夫は一人息子で、私たち夫婦に子供ができなければ跡取りはいないということですから。幼い頃からこの家の跡継ぎとして育てられた夫としては、自分の伴侶が子供が産めない体になるということで、義母に対して肩身が狭い思いをしていたのかもしれません。それから私の手術が行われる日程が決まりました。入院時には夫は仕事を休んで付き添ってくれたんです。何も心配するな。俺がついてる。頑張ろうな。手術を控え緊張している私に声をかけ、勇気づけてくれたり、これまでと変わらない優しい夫でした。しかし、それも最初だけだったんです。手術をする前に検査があり、手術前から入院となったのですが、日に日に夫の面会時間は減っていきました。急な会議で今日は面会に行けない。ごめんな。いつも無理させてごめんね。私は大丈夫だから。それでも、手術当日はさすがに病室に顔を出してくれたのですが。そっか、今日か手術。頑張ってこいよ。応援する言葉はくれたものの、興味がないことがもろわかりのそっけない態度です。ああ、やっぱりそうかもしれない。
私はずっと病室で考えていたことが頭をよぎりました。そしてついに子宮の摘出手術のため手術室に向かう時間です。さすがにこの時は夫も付き添ってくれたのですが、手術が終わり病室で目を覚ますと、そこには夫の姿はなく、両親と姉が付き添っていてくれました。仕事が入ったのかな。私はまだはっきりしない意識の中で夫がいないことについて、自分が傷つかない理由を必死で探していたように記憶しています。術後落ち着いた時に姉から驚きの話を聞かされました。なんと私が手術室に入ると、夫はそそくさと病院から出て行ったというんです。これから会議があるので、すみませんが失礼します。私の両親や姉が口を挟む隙を与えない様子で一方的に話し終えると、さっさと病室の出口に向かったと。そしてもうとっくに就業時間は過ぎている時間になっても、一向に来る気配はなかったそうです。それから1週間、夫とは連絡すら取れませんでした。義母に連絡を取ろうともしたのですが、こちらもなぜか連絡がつきません。私はひたすら子宮を失ってしまったショックと一人戦っていました。それでも両親と姉が交代で付き添ってくれていたので、少しずつ前向きに人生を考えられるように、家族には本当に感謝です。そして私の体調も順調に回復していき、退院が明日に迫りました。しかし相変わらず夫とは音信不通のまま。両親と姉の勧めもあって、私は退院後はしばらく姉の家で過ごすことにしました。退院後、一度だけ夫から連絡が。幸子、よく頑張ったな。回復も順調そうでよかったよ。急に海外出張が入っちゃって、連絡が取れなかったんだ。ごめんな。そう、ありがとう。私、しばらくお姉ちゃんの家で療養することになったから、よろしくね。こっちは大丈夫だから心配しないでいいよ。ゆっくり休んで。また連絡するよ。私はいろいろと聞きたいことがありましたが、あえて何も聞かず通話を切りました。夫は忘れているのかもしれませんが、以前は私も同じ職場で働いていたんです。夫の所属している部署で海外出張などまずありえないので、嘘であるのはすぐに分かりました。それから2ヶ月ほどの間、夫からの連絡はありませんでした。私もあえて自分から連絡は取らなかったので、もう夫婦とは言えないのかもしれないです。いろいろと考え込んで落ち込んでいる私に、両親は優しい言葉をかけてくれました。もう我慢することなんてないよ。家に戻っておいで。私は子宮がんの宣告を受けた時から、努めて泣かないようにしていたのですが、この時は溢れる涙を止められませんでした。そして、姉の家にお世話になって3ヶ月になろうという時に、唐突に夫が会いに来たんです。幸子、悟さんが来たわよ。会いたくなかったら追い返すけど、どうする？とりあえず会って話してみるよ。わかった。無理はしないようにね。わかってる。ありがとう。姉は一旦玄関に戻り、私のいる部屋に夫を案内してくれました。夫は今までにないような神妙な顔をしています。久しぶり。ごめんな、来るのが遅くなって。元気そうだな。そろそろ家に戻ってこれそうか？いえ、私は。言いかけた言葉を遮って、夫が話を続けます。それでさ、相談というか報告があって今日は来たんだよ。この先ママと愛人、子供と暮らすことになるからさ。幸子は子供産めないけど家事は完璧だし、育児介護もできるでしょ。だから家政婦として住んでいいよ。一緒に暮らそう。俺が幸子を愛していることには変わりはないから。いいよな、それで。先ほどから好き勝手おっしゃってますが、ところであなた誰？え？幸子何言ってるの？俺のこと覚えてないの？悟だよ。君の夫だよ。私の夫はあなたのような人ではありませんでした。そんな思いやりのかけらもなく、人の道から外れた行動をするような人ではなかった。私が愛した悟はもういない。あなたは誰ですか？あなたのような人と夫婦でいたくありません。さっさとこちらにサインして出て行ってください。二度と顔など見たくない。今後は弁護士を通してください。私は用意しておいた記入済みの離婚届を夫の目の前に突きつけました。なんで離婚なんだよ。俺は幸子のことを愛しているし、ずっと一緒にいたい。私のことを愛しているという人が、
その最愛の妻が人生が一変する手術を受けているというのに、愛人と子作り旅行に行きますか？なんでそれを知ってるんだ？それで、子供ができたから私と離婚せずにその愛人と一緒に住むですって？私は家政婦として住んでいい？何が楽しくて、夫の愛人と一緒に住む奥さんがいるのよ。勝手にママと愛人と子供で住めばいい話でしょ。私を巻き込まないで。それに、育児や介護を私に押し付けようだなんて、いい加減にして。しっかり慰謝料を請求しますから、覚悟しておくのね。幸子、そんなこと言うなよ。ママもいい案だって言ってたんだから。幸子は家事の手際はいいし、ママにも優しいしさ。愛人は子供を産んでくれるけどさ、まだ若くて家事はまるっきりできないし、介護はしたくないって言ってるんだよ。だからさ、幸子さえ戻ってきてくれれば、丸く収まるんだよ。いい加減にして、勝手なことばかり言わないで。私は絶対に嫌。もうあなたとは夫婦としていたくないの。もうおしまいです。最後に伝えておくわ。以前に2人でした不妊の検査、もう一度受けてみた方がいいかもね。私たち夫婦の不妊の原因はあなたにあって、ほぼ妊娠する可能性はゼロに近いって言われてたのよ。だけど、こうして子供ができたということは、何かの間違いかもしれないしね。え？どういうこと？不妊は俺ってどういうこと？そういうこと。私とあなたの間に子供ができなかったのは、あなたが不妊だったからよ。なんでずっと言わなかったんだ？どうやって話そうか迷っていたのよ。あなたが落ち込むのは分かっていたから。そうしているうちに、私の癌が見つかったから言いそびれてしまっていたの。だけど実際子供ができたんだ。その検査結果は間違いだったってことだろ。検査結果によっては愛人が妊娠している子供はあなたの子じゃないかもしれないわね。あとはそちらの問題だから私を巻き込まないでくださいね。さあ話は終わったわ。とっとと出て行って。そんな、俺の子じゃないってこともあるのか？それは愛人さん本人に聞いたら？そんなこと言わないでくれよ。一緒に帰ろう、幸子。さようなら。もう二度と私の前に姿を見せないでちょうだい。姉の旦那さんが来てくれて、なおも不毛な説得をしようとする夫を追い出してくれました。しばらく玄関前でもわめいていましたが、誰も相手にしないでいると静かになったので、諦めて帰ったようです。夫が浮気をしていることをすでに知っていた私でしたが、愛人とその子供との同居をせがんでくるとは。さすがに想定外すぎて呆れました。まさかこんな人を愛していたなんて。すると翌日、今度は義母からメッセージが。義母が私に連絡してくるなんて、これまでほとんどなかったのでびっくりしました。昨日、悟の申し出を断ったんですって。なぜ？一緒に住めば、あなたはもう一生できない子育ても経験できるのよ。あなたは正妻としてドーンと構えていればいいのよ。なんなんだこの親子は。揃って思考がおかしい。正妻っていつの時代の話をしてるんだ。お母さん、お孫さんができてよかったですね。私は悟さんに離婚をお伝えしました。悟さんにも言いましたが、今後ご連絡をいただくときは弁護士を通してください。実は姉の勧めもあり、入院中に更新所に夫の浮気調査を依頼していたんです。手術日の夫の行動を不審に思った姉は、夫の会社に手術が終わったことを伝えるという名目で電話を。すると、なんと夫は私の手術日から1週間、妻が手術をするという名目で有給休暇を取っているというじゃありませんか。私の家族には会議だと言って病院を出て行ったのにもかかわらず、そして更新所の調査結果は言わずもがな真っ黒。夫は油断していたのか、証拠はすぐに集まりました。妻の手術に付き添いたいと取った休暇は愛人とハワイ旅行に行っていたのです。夫の愛人というのは会社の取引先の派遣社員で結構派手に遊んでいる女性とのこと。他にも同時進行で付き合っている男性もいて、夫と知り合うよりも以前からの付き合いでした。その男性は定職に就かず、ずっとフリーターで経済的に不安定のようです。妊娠が発覚した際にも、まだどちらとも会っていたようなんですよね。これは私の推測ですが、どっちの子供かわからないから、経済的に安定している夫を父親に選んだのでしょう。それにしても夫は無精子症なのに子供ができるんですね。私とは何年もできなかったのに。もう私には関係のない話ですけど。その後、弁護士から元夫と愛人に対して正式に離婚の慰謝料請求をしてもらいました。
夫は離婚はしない、慰謝料なんて払わないとごねていましたが、弁護士から証拠は十分にあり、離婚裁判になっても結果は同じと説得され、しぶしぶ応じることに。念のために離婚後、私に接触しないという念書にもサインをしてもらいました。さらに金輪際関わりを持ちたくなかったので、慰謝料は一括支払いで請求。愛人が私への慰謝料を支払うお金がないということで、元夫が2人分の慰謝料を支払うことになったようです。そのため、彼の貯蓄だけでは賄いきれず、義実家を売って慰謝料の一部に充てる羽目に。すると元夫がお金も資金も尽きたと知った愛人は、こんなはずではなかったと元夫を責め立てます。しかもその最中に、お腹の子供は元夫との子ではないかもしれないと告白したのでした。それでも孫を諦めきれない元義母は、生まれた後に親子鑑定を受けさせたところ、正式に元夫の子供ではないことが決定したんだとか。元夫の方も不妊検査をもう一度受けてみたらしいのですが、再検査の結果も無精子症だったそうです。元義母は息子の子供ではなかったことに相当ショックを受けたらしいです。あれだけ孫の顔を見たいと言っていたのですから、そうなりますよね。最近ではぼーっとしていることが増え、認知症の症状が見られるようになり、要介護だとか。離婚後一度だけ姉の家を訪ねてきた元夫が、こちらは聞いてもいないのにペラペラと話し出した時に聞いた話です。相当落ち込んでいたのですが、私にはもう以前のように支えてあげる気持ちも芽生えませんでした。やっぱり俺には幸子しかいない。戻ってきてくれ。あの子供は俺の子じゃなかったし、もうあいつもいない。以前と同じようにママと俺と幸子の3人で暮らそう。念書にサインをしたことをお忘れですか？私は今後一切あなたには関わりたくありません。お引き取りください。元夫は再び体格のいい姉の旦那さんに家の外につまみ出されていました。それ以来元夫には会っていません。元同僚の話によると、妻が大手術を受けているのに浮気旅行に行っていた人でなしが離婚したと社内で噂になり、上司の耳にまで届いて信用がガタ落ち、地方へ左遷されたということでした。その上司はまだ勤めていた時に、私の働きぶりをとてもよく評価してくれていた方です。退職する時も優秀な人材を失うのは辛いが、私の人生だからと結婚を祝福してくれました。そんな元上司がしっかり成敗してくれたように思います。私はというと、離婚後もしばらくは姉の家にいたのですが、実家に戻り、両親と暮らし始めました。実家は農業を営んでおり、それを手伝っていたところ、農業研究で来ていた男性と知り合う機会がありました。その男性と縁があり、私の事情を承知の上で猛アプローチを受けて再婚。今では実家の農業を継いで、両親と夫と仲良くのんびりと生活しています。